その華奢な体で抱えるには大きな本をぎゅっと抱きしめ、しんしんと降り積もる雪道を歩く姿は、黒魔女ディアベルスターの幼き日の姿。記憶の奥底に鍵をかけた、いつかの白き面影。掟を破り、森に踏み入れた先で待ち受ける運命は、禁断の果実がもたらすのは、幸いか、災いか。黒ずきんの目次へようこそ。僕の書家に並べるにふさわしい新テーマ、白き森が診断インフィニットフォビルンにて登場です。目次です。尺の都合上上下巻にてお送りします。今回下巻は第5章問いの出張からです。白き森について一から知りたいという方は、ぜひ白き森の教科書上巻を開いてみてね。タイムテーブルは動画説明欄から。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。第5章問いの出張。さて、白き森というテーマについてある程度お分かりいただいたところで、その弱点についてお話しします。それは第1章でもお話ししたように、2枚書道である都合、手札要求値が高いばかりか、複数回分のコストとなれる魔法罠が必ず必要な点。白き森魔法罠は確かに2回分のコストになりますが、言い伝えはサーチ効果を使う必要がありますし、災いなりは最終盤面で場に構えなければいけません。加えて初動に寄与するカードが現状言い伝えのみのため、コストの確保としてノイズになりやすいその他白き森魔法罠にスロットを割こうものなら、それこそ手札事故を招く要因になります。この問題の解決策として、界隈では問いが最もシンプルかつベストな回答であると言われています。今回は入門動画のため、問い出張のみについて触れますが、その他の構築について知りたいよという方は、振り見の記事に分かりやすくまとめられているので参考に。問い出張について端的に言うのであれば、初動の白き森モンスター3種と引きかぶることで、トイソルジャー初動の場合は4枚分の魔法罠コストとレベル4モンスターを2体分捻出でき、トイボックス初動の場合ですと魔法罠のコスト6枚分を確保し、レベル4モンスターを3体捻出できるギミックです。数字だけ見ても破格の性能であることが伺えますね。1枚初動にこそなり得ないものの、これだけの魔法罠コストを確保しつつ、加えて白き森では出力しにくい非チューナーを展開できるのも高評価です。値引きしたくないカードがほぼないのもグッド。では実際の展開を見ながら解説していきます。ここではアステーリャプラストイボックスとアステーリャプラストイソルジャー、トイの初動2枚が被った場合の3つの展開について紹介します。トイボックスは永続魔法で、デッキからトイモンスター2体を魔法罠ゾーンにセットすることができます。この効果でトイソルジャーとトイタンクをセット。トイモンスターは素引きしたとしても、魔法罠扱いで場にセットできるため、素引きも嬉しいです。アステーリャを NS し、その効果でトイソルジャーをコストにします。するとシルビーの着地時効果と同時に、魔法罠ゾーンから墓地へ送られた際のトイソルジャーの効果が発動し蘇生されます。そしてトイソルジャーの着地時効果が発動。この効果ではトイボックスをサーチすることができますが、すでにトイボックスが場にある状態ですと、光属性レベル4モンスターを何でもサーチできます。トイソルジャー初動だと、トイソルジャーの着地時にはまだトイボックスが用意できていないため、この点でトイボックス初動に軍配が上がります。今回は非チューナーを多く捻出したいため先玉をサーチ。ちなみにここでトイボックスを持ってきた場合でも、なんとトイボックスの効果には名称値がないため、さらに3枚分のコストを確保できてしまいます。これはすごい。ここからは先ほどと同じ展開。ニビルが怖いのでバロネスを立てておくことで蓋をしましょう。トイタンクもトイソルジャー同様、魔法罠ゾーンから墓地へ送られた場合に蘇生できます。ト
ロイ展開ではヨーマ・ディアベルやバロネスを残しつつ、赤き竜を展開する余裕があります。レベル8のエニグマスターパックビットはシンクロ素材になりつつ単体で妨害を構えられる超優秀なカードです。フリーチェーンで永続罠カード扱いの自身を SS し、SS 時または墓地に行った場合に場のモンスターを永続罠化することができます。相手ターンに相手のモンスターをフリーチ除去できるのはもちろん、この効果では墓地の自身も対象に取れるため、自分のターンにはシンクロ素材として墓地へ叩き込んで永続罠化させることで毎ターン機能するフリチ除去になります。もう1体レベル8のシンクロ先の候補としてチューナー2体でシンクロ召喚できるビサス・アムリターラというモンスターがおり、着地時にマナドゥム・リフレーミングという何でも無効できるカウンター罠をサーチできます。妨害の質はマナドゥム・リフレーミングの方が圧倒的にいいですが、使い切りのカードのため好みの方を選んでください。ここで締めのサイフレームロードオメガの登場。自身を除外することでハンデスします。そして赤き竜の効果でビーステッド・ディスパテルをシンクロ召喚。ディスパテルは妨害効果を持つほか、除外ゾーンのモンスターを SS する効果を持ちます。この効果でサイフレームロードオメガを再び降臨し、さらにもう1ハンデスをお見舞いします。最終盤面はバロネス、ヨーマ・ディアベル、ディスパテル、災いなり、エニグマスターの計5妨害プラス2ハンデス。1妨害減ってしまいますが、トイソルジャー書道の展開も紹介します。動きはおおむね同じですが、トイソルジャーの着地時効果で、先玉ではなくトイボックスをサーチすることになります。今回はヨーマ・ディアベルを立てる余裕がないので、ここで赤き竜をシンクロ召喚します。墓地に白き森シンクロモンスターがいないため、シンクロランブルでマローシルビアのシンクロ素材を用意しておきます。最終盤面はバロネス、ディスパテル、災いなり、エニグマスターの計4妨害プラス2ハンデス。最後にトイソルジャーとトイボックスの展開。一見引きかぶると動けなさそうなこの2枚ですが、トイボックスはデッキからトイ2体をセットする効果と、自分の場の魔法罠を2枚まで破壊する効果のいずれかを選ぶことができます。この効果を使ってトイソルジャーを起動していきます。最終盤面はバロネス、マナドゥムリフレーミングの2妨害。この展開ではビサス・アムリターラを採用しておくと
盤面が比較的安定します。第6章構築の紹介。最後に構築の紹介です。非常に綺麗にそしてコンパクトにまとまったと思います。アステーリア・リゼットは3積み必須。今回シルビーは2枚採用にしました。シルビーを含めた初動をすべて3積みしたとしても、先行で引ける確率は 75% ほどしかないので、むしろ足りないくらいなのですが、トイを握れていないとシルビー展開が弱いのに加え、トイプラストイでも最低限の盤面になるためです。ちなみにマギストスを絡めると、トイプラストイからでも通常通り展開できるようになるみたいです。エクストラを圧迫するため今回は採用を見送りましたが、動画説明欄からぜひチェックしてみてください。魔法罠のコストですが、初動と引き被る必要があることを考えるとこちらも多めに積みたいところ。チキンレースは白き森における最強カードです。まず1点目、魔法罠コストを確保しつつワンドローできるため、心もとない白き森初動を探しに行けます。手札5枚と実質デッキからめくれる枚数6枚とでは、初動を引ける確率が 7% アップとなかなかに変わってきます。これだけならまだふーんって感じなのですが、着地点となるヨーマディアベルは墓地の魔法罠を再利用できます。これが2点目。つまりコストを確保しつつ強欲な壺ができるのです。これはさすがに強いですよね。初動もどきである言い伝えは誘発貫通ができて強いは強いのですが、初動を引けてない際のこのカードが腐る場面もなかなかに多いです。加えてすべきしていてもどのみち展開途中で言い伝えに触る余裕はあります。コスト確保の面ではトイ、初動確保の面ではチキンレースに軍配が上がるため2枚に抑えた次第です。ルシアの採用を1枚に抑えたのも言い伝えの発動条件を気にする必要性が薄くなったためです。その他の白き森カードとしては、災いなりと白き森版反逆の財宝の入るべからずをそれぞれピンで採用しています。イラストアド抜群の財宝のささやきですが、白き森カテゴリーではないためサーチ不可なのと、加えて展開に寄与する効果ではないため今回は採用を見送っています。ただ効果自体は強力ですし、白き森魔法罠の共通効果の回収効果もしっかり備わっているため、ピンで採用してみるのも面白そうです。エクストラ枠について白き森シンクロモンスターはシルビーやルシアで使い回しが効くためピンで問題ないですが、赤穴の指名者を警戒するなら相手ターンで回収することになるであろうヨーマディアベルは2枚入れておいてもいいかもしれません。レベル6シンクロは白き森シンクロで間に合っているため、レベル8、レベル10の汎用シンクロで埋めていきます。ヨーマディアベルでクオンダムを出す場合は赤き竜とセイバースター、フォーミュラを出す場合はサテライトウォリアーやブラッドローズドラゴンなどを採用しましょう。2班ですが強力であるゆえに、オメガとディスパテルは抜きづらく、枠が厳しいとは思いますが魔法使い族なので、セレーネ&アクセスの採用も視野に入ります。いかがだったでしょうか。黒ずきんは当初こそソリティア系ゆえの苦手意識がありましたが、レベルは全員偶数ですし、展開自体は意外とパターン化されているため、効果を把握してしまえばそれほど難しくないデッキという印象でした。白き森は今後のブースターパックのストーリー枠として重要な立ち位置になるでしょうし、新規にも期待できるため、興味を持ったよという方はこの機にぜひ組んでみてください。そして黒ずきんにいろいろ教えてください。